I'm not the one making the presentation, and I'm not the one being evaluated, so it's ridiculous that I'm feeling so nervous. I don't know if I should use that as my excuse. But I was so nervous that I knocked over the thermos I'd filled to the brim with hot water, and ruined the black tea I'd chosen specifically for this day. I apologized to my grandfather and started to boil water again. I just need enough for the guests. By the time I had cups of tea and cookies ready, grandfather's presentation was at its key part. 血管もしくはリンパ管を破って脊髄へ侵入し、髄液を通って脳内に至るものと思われます。また死後の解剖結果、脳炎を起こしたものを複数件確認しています。類似の症状をもたらすウイルスは過去の事例を紐解いても数種類あり、その中でも代表的なものは Grandfather said, walking between samples and formulae jars, and pointing to several as he gave his explanation. There are over 100 formulae jars in here with parts of brains in them. They were all very dusty, so I spent a few days cleaning them. I'm rather proud to see the sparkling jars all lined up like this. ただし、これらのウイルスが引き起こす症状は多岐にわたります。On the other hand, symptoms of Hinamizawa syndrome are very specific to that disease. それが喉を自らかきむしる自傷行為だとおっしゃるのですね。さようです。これについては死亡直前を知る兵士たちの目撃情報から分かっています。この自傷行為はこれまでに知られてきたどのような病状にもありません。南沢症候群独自のものです。また末期患者にしか見られない行為であることから、これは一部の感染症に見られるのと同じエクソダスであると考えられます。感染者の体内で十分に成長し、幼虫を繁殖させた後、ウイルスは体外へ脱出し、次なる感染者を探すのです。では、その血液にはウイルスもしくは陽性が満たされているわけであり、貿易の知識のない現地の兵士がそれに触れていたならば、彼らも感染していた可能性があるわけです。にもかかわらず、南沢出身者以外の兵士に感染例がないことをどうお考えですか？これについては潜伏期間その他を疑ったのですが、南沢という地域だけに限定していることから考え、現地の特殊な気候その他があると考えられます。また辞書で詳しく取り上げておりますが、南沢の古い土着の信仰から考え、ありえないですよ、高野先生。ウイルスに社会性があるなど聞いたこともない。いえ、ですからこれこそが南沢症候群の画期的な発見の一つでありまして。The elderly gentlemen mumbled to each other while pointing at the data. With that, I finally realized things aren't going too well. 高野先生のご考説を賜りながら、先の資料を拝見させていただきました。まず申し上げて、脳内に潜伏したウイルスが人間の思想をコントロールするなど、全くもってありえないことです。人間の思考は極めて高度な神の芸術ともいえる脳で作られます。また思想というものは人間の思考の中でも非常に上位のものであり、現在の地球上においては人間にのみ許された高度な能力です。それに介在するウイルスがいるなど考えられませんよ。同感です。思想とはつまり個より全体を優先した考え方とも言えます。つまり社会性を維持する最前提条件なわけですな。それが遺伝子を残すこと以上の欲求を持たないウイルスごときに宿るわけがない。生物学的にも言ってウイルス性の微細な生命体に社会性、新社会性が発見されたことは一度たりともありません。
しかし脳内の生命体が宿主の行動に干渉するケースは非常に多く報告されており、高野先生は一つ誤解をされていますな。ウイルスが宿主の行動を支配する原理は常に生殖繁殖のためという極めて原始的理念に基づくものだけです。Even in the example you used before of a rat infected with Toxoplasma gondii losing its aversion to cats, the altered behavior is simply a means to let their host be eaten by a better host in order to change hosts. ハリガネムシに寄生されたバッタの受水自殺がいい例ですな。ハリガネムシは十分に成長すると水生となります。その際、宿主であるバッタを水辺へ誘導して溺死させ、その体内から水中へ脱出する。その通りです。私はひなみ沢症候群における自殺的な喉のかきむしりもそれに当たると考えまして。For example, guinea worms escape the body by having the host scratch the affected area. そうです。すべてのウイルスの目的は繁殖のため。そんな存在が神の芸術ともいえる脳に潜伏し、いやいや、潜伏すること自体は別におかしいことではない。寄生し、人間の思想に影響を及ぼすなんて、はっきり申し上げて妄言です。いや、危険思想と言ってもいい。ひなみ沢という村が閉鎖的文化から独自の信仰を生み出したこと自体はそう不思議には思いません。日本各地に散見するよくあるケースです。だとしたら日本中のそれらの文化は全てウイルスによるものなのですか？それらは文化的なものであってひなみ沢の件に限ってはウイルスによるもの。その区別をどう立証されたのですか？いえ、ですから現地で死亡したひなみ沢出身兵士の解剖の結果からそうだと信じるに足るさまざまな。失礼だが高野先生、信じるに足る臨床データだと語るには少々先生の収集されたケースは少なすぎます。しかもご自身で言われたように戦場という異常な状況下の話です。ですから次の章で説明しますように、ひなみ沢症候群は疑心暗鬼と緊張、ストレスなどによる微妙なバランスが崩壊した時に喉をかきむしるという特徴的かつ異常な自傷行為が複数件あったならば何かの共通性があるに違いないと疑われるのもユニークかとは思います。ですがだからこそ当てにならないのですよ。戦地という異常な状況下でたまたまレアなケースが重なっただけのことなんです。高野先生は重なった偶然を見てゲシュタルト的な構成主義にとらわれ法則性を見つけたように錯覚してしまったのではないかと考えます。そうでないことを証明するにはひなみ沢症候群の感染者に対する膨大な臨床データが必要です。ですが倫理的に考えてこりゃ立証は不可能でしょう。出身者がたたりだと了解する行為はどちらかというと文化依存症候群の範疇です。それに対しウイルスによる意識支配を重ねられることは Man, this didn't go as well as we were hoping. 失礼だが高野先生はユニークなひなみ沢の信仰に心酔し、その結果ご自身が文化依存症候群に取り込まれてしまっているのではないかと考えます。I was kind of waiting for Mio. I think she's going to like have an outburst at some point and yell at these people. I'm pretty sure that's what's going to happen. いえいえ、神秘的分野を研究する人間にはよくあり得ることですよ。我々も日々気をつけています。The more they talk, the paler my grandfather's face becomes.
I was just stunned myself. We've never heard of parasites like that. That's impossible. It was just a coincidence and there isn't enough data. The talk goes on, and every time grandfather says something, they dismiss it like that. Before he knew it, my grandfather could only hold his silence before their criticisms. ただどんな発見も最初は理解されないものです。高野先生の研究もそのうちの一つでないかと考えます。当時どんなにバカバカしいと思われていた研究でも、その後真実が解き明かされ評価を改められるというのもこれまたよくある話です。私は皆さんに比べれば素人です。個人の研究家に過ぎず、一流大の出でもなければ学閥にも属していません。もちろん権威や研究所へのコネクションもありません。故に個人の研究ではこの程度のことまでしか調べられないのです。果たしてひなみ沢症候群が真実なのか、それとも皆さんがおっしゃられるように私の妄想に過ぎないのか、それを確かめるためにお力添えをいただくことはできませんでしょうか。もちろんこれが世紀の大発見になるならば一大センセーションを巻き起こすでしょう。何しろ人間の文化や思想はすべてナノ単位の脳内生命体の意志によるもので、前頭葉は彼らを住まわせるだけの場所に過ぎないという。ひなみ沢症候群が存在し、その感染者が感染によってそのお社様信仰というものに組み込まれることがもし立証できたなら、地球上に存在する全ての宗教、いや文化国境さえもウイルスで説明できるかもしれないんですからな。その話の壮大さはとてもユニークです。高野先生は我々のような人間にひっそりと論文を読ませるより、それで本を書かれて一般大衆に発表された方がよろしいでしょうな。Grandfather looks at the ground, his fist trembling a little. But their words were far too cruel. I don't know anything about academics. I'm just a little girl. I don't know exactly what they're talking about, but Grandfather worked so hard by himself until today. But to prove his research and delve further into it, he needs sponsors. Yet those sponsors are casting him away, calling his research a delusion. That's outrageous. Like asking which came first, the chicken or the egg. Besides, if his research was at the level those cheeky men want to see, he wouldn't need their help. But they're saying that they can't help him unless they see some results that are beyond the level of private research. In any field, doesn't research always start out with just a little idea? If you can prove its existence beforehand, then what's the point of researching it to begin with? If a wild idea can't be the subject of research, how did we gain any knowledge at all? But never mind that. When Mr. Kozumi came 2 weeks ago, didn't he say they were really interested in his research? What's going on? This is the complete opposite of what he said. はい、非常に興味深い研究だと思っております。脳はまだまだ未知の領域です。この高野氏の論文は非常にユニークです。特に優生学的見地からは無視できないものが感じられます。人は神の子などでは断じてない。人も進化の洗礼を受けた動物に過ぎません。ならばダーウィンに従い、各地の環境に応じて進化には差が出てくる。つまり人類にはすでに優劣があるのです。国家としていかに優秀な血統を守り、より良い遺伝子を未来に残せるか。
これを国策として掲げ研究せねば、来世紀において人類は致命的な序列を与えられることになるでしょう。高野氏の研究は単なる感染症の域を超えるだけのポテンシャルを秘めていると言えるでしょうな。次世代に残すべきでない劣悪な人間が、もし遺伝子によるものでなく感染症によるものであると解明できたなら、外科的手段によって更生が可能だということになる。結果、我が国は未来に素晴らしい人間を残すことができるでしょう。優生学的見地から高野氏の研究は早急に取り組まれるべきです。これは世紀の大発見になる可能性がありますぞ。もし感染症疾患と個人の資質の因果関係が立証できれば、ノーベル賞どころでは済まんでしょうな。小泉先生、この度の貴重な機会に深く感謝いたします。高野くんは昔から一途で熱心な男での。だが人付き合いが下手くそでな。ずっと一人で研究してきたのだ。だが一人でできる限界を迎え、ようやく人に助けを求めることを覚えたんだな。どうか先生方、高野くんの話に耳を傾けてやってください。恐れ多いですよ先生。むしろこの度のご縁にこちらが感 So 謝したい this くら is いです。 the conversation that happened before they came over to his house. And they all sound pretty interested in this idea. Like they know enough about it that they're interested. Wonder what happened. 私どもとしてはもう協力させていただくことは前提です。むしろ学会での縄張り調整の方が今後の急務ですな。このようなユニークな研究を世界に先駆けて研究できるとは、この年になってこのような貴重な幸運に恵まれたのを感謝したいです。There was a knock on the door. The sliding door opened and the owner peeked in. 失礼いたします。お客様がお見えになっておりますが、お通ししてよろしいでしょうか。客？はて、どちら様ですかの？ The owner whispered into Kozumi's ear, and his face turned pale all of a sudden. お通ししてください。いや、私もお迎えに上がります。As Koizumi stood up, two pairs of footsteps reached the door. 先生、このようなところへお越しいただけるとは。小泉君、ご無沙汰だな。今日はちとどうしても君にしておきたい話があってな。このようなところへお越しいただけるとは。はい、体温ある先生の話とあっては聞かぬわけには参りません。何でもおっしゃってください。The old man known as Koizumi was not someone whose status could be taken lightly. Although he had retired, he was still powerful enough to wield great influence as a fixer. So from his meek attitude, it was easy to figure out what kind of person this man must be. The old man held onto his bodyguard's shoulders as he walked. He had an expensive-looking cane in his other hand. He couldn't even walk on his own because of his old age, but his intense, commanding presence hadn't declined one bit. 単刀直入に言う。君の友人の研究な。あれ、Oh やめさせ no. なさい。 I guess that would explain that then. はと申しますと。小泉君、ひなみ沢症候群は墓場まで持ってかなきゃならん。あれに手をつけちゃならねえんだ。あれを調べるとな、やぶをつついて蛇を出すかもしれん。しかも太くてでかい蛇をな。君がこのままガブリとやられるのを黙って見とるには忍びないのでな。ちょいと君の小耳に入れてやろうと思って今日は来たんだ。それの先生方にはお待ちいただいて。どうだ、
ちょいと向こうの部屋でわしと飲まんか。はい。お供させていただきます。Koizumi realized that he was being pressured. He didn't know which direction it was coming from, but clearly some authorities weren't comfortable with the research on Hinamizawa syndrome, and were trying to stop him from supporting it. 小泉君、わかっているかね？この研究はパンドラの箱だということを。全くのよまいごとですな。Alright, so I guess that would explain why they're being so aggressive towards him, even though they sounded pretty happy otherwise. I guess the question really at that point is, why is that old guy trying to stop us? Or trying to stop, this from happening? That must be an important reason. 本日私どもがお邪魔したのは、資料になかったそれ以上の客観的何かが開示されるかもしれないことを期待したからです。本来ならば本日お邪魔するにも値しない内容だったのを、小泉先生たっての願いということで義理を尽くさせていただいたまでです。徒労ではありましたが、来て正解でした。あなたに適切なアドバイスをすることができるのですから。あなたは余生をこんなことに費やされるくらいなら、盆栽でも始めなさい。いいですぞ、盆栽は。同感です。こんな書斎にホルマリンの瓶を並べていても不健康なだけですな。しかし実にユニークな内容でした。あなたさえよければ出版社の社長を紹介しますよ。大衆にはこのくらいの刺激があった方がウケるでしょうからな。They aren't even trying to hide their hostility. They're laughing at my grandfather, denouncing him, and saying things to deintegrate not only his research, but his personality as well. Denigrate? Yeah, denigrate, I think is how that is. If they're simply trying to provoke him, any response would be just be giving them what they want. Even in this very moment, Grandfather tried to remain a noble researcher and a proud human being. He's no longer trembling. On the contrary, he apologized to them for taking up their time, and told them he had no intention of keeping them any longer. この論文はお返ししますよ。もっともこれを論文と呼んでいいなら、学会もどれだけ気楽なことか。One of the elderly gentlemen tossed it back to him. Grandfather couldn't catch it in time. The article he worked so hard on fell onto the floor, and the papers scattered all over on the carpet. The elderly gentleman left the study without even apologizing for it. Everyone else followed suit. As they left, they trod all over my grandfather's article. It looked like grandfather's expression didn't change. But I could see it warping. I could see the wall of research grandfather bore crunching and warping sadly. I jumped. I grabbed onto the elderly gentleman's leg. I don't hate him. If I were asked if I hated him or not, the answer would be yes, but that's not the point here. What I really can't stand is his foot stepping all over my grandfather's article. Yeah, I figured she was gonna outburst about something. I just want to move the foot that's standing on his papers. But the foot doesn't move, no matter how hard I push or pull, as if it's rooted to the floor. I felt someone grabbing me from behind. It was my grandfather. 孫が失礼をいたしました。さあどうぞこのままで結構ですので、後片付けは私どもの方でしますので。My screams don't mean a thing to them. They completely ignored my screams.
They continued to step on the papers and left the study. Yeah, come on, boys. Step on the papers on your way out, yeah. Only my grandfather and I remain there now. My grandfather is still grabbing the back of my collar. I don't have any words left to say, only cries. My grandfather is determined not to show any emotion. He doesn't even open his mouth. So I have to cry for him. Just then, my grandfather slapped me in the face. That startled me. I'm crying for him, so why did he slap me? Then I understand. Grandfather is the one who wants to cry, but he's enduring. So I shouldn't cry either. I wiped my eyes and my runny nose. Then I silently turned my eyes to the paper on the carpet, just like my grandfather. ごめんな、ミオ。 I don't understand why he's apologizing. I thought he was going to complain about their rudeness. もっと私がしっかり研究できていれば、こんなことにはならなかったの。せっかく今日までミオがあれだけお手伝いをしてくれたのに、それを無駄にしてしまって。ごめんな。How courageous he is. Even after that disaster, he's still concerned about me. I shook my head and put my hands on the floor. I tried to gather up the papers, but then they began to fall. My tears are overflowing again, blurring the ink on the papers. These are all handwritten by grandfather. He was so happy that finally there was someone who understood his research. He was so happy. He spent all night writing these. But they stepped on them. They might as well have stepped on my grandfather's very soul. 私の研究がまだまだ足りなかったんだ。もっともっと研究を重ねていたなら、こんなことにはならなかったんだ。ごめんな。本当にごめんな。おじいちゃんはもっともっと研究を重ねるからな。これくらいのことじゃくじけないからな。I don't know if he's saying that to me or to himself. 大丈夫。神様は見ておられる。そして自分が評価されることを疑ってはならんのだ。いつか必ずきっと評価されるから、その日まで努力を怠ってはならんのだ。Grandfather says that all the time. But I know the truth. God only plays with people's faith. He doesn't save anyone out of goodwill. That's why he let this happen to my grandfather, even though he's worked so hard and so humbly until today. That's why he let such a horrible thing happen to me when I was still an innocent girl. Grandfather keeps repeating himself. But I know the truth. God exists. The existence grandfather believes in is real. But there's no mercy to be found in God. He delivers unreasonable fates and makes us call it a challenge. I can't tell my grandfather that, of course. I ask God once more, like I did on the day of the thunderstorm. Why? Why can't you give my grandfather's effort and hard work the recognition it deserves? Grandfather told me that he'll gather up the papers, so I should put away the teacups. I nodded silently and put the teacups that hadn't even been touched onto the serving cart. As I pushed it out of the study, Grandfather told me. He told me to close the door after I leave. I always close the door when I leave. He doesn't need to remind me. But that's what he wants, so without saying anything, I closed the door. Then as I walked away from the study, I heard my grandfather sobbing. Tears filled my eyes once more. Sadness and disappointment. I almost felt angry with myself for not being able to do anything for him. Then I felt a cool breeze on my wet cheeks. The breeze was blowing in from a cracked open window.
The curtain was flapping gently in that breeze. I heard the cry of the Higurashi. As I listened to them, I calmed down gradually. If I can ease grandfather's pain by crying, I'll cry in his place. But that won't help. On the contrary, he started to cry because I did. I'm being useless here.